Once again, ladies and gentlemen, Martina coming up in just a moment. Once again, ladies and gentlemen, Emeryville coming right up. Your San Francisco bus connection. Walk down the length of the train. Look to your left. You'll see the buses for the bus connection. Emeryville coming right up. おはようございます。今8時の40分かな、8時31分。ほぼほぼ時間通りにエミリービルサンフランシスコに着きました。これでアメリカ一周ももう34日目が始まった形ですね。これがエミリービルです。エミリービルは大陸側にあるんですけど、サンフランシスコって半島側にあるんで、多分そこを線路を経由させるのは難しかったんでしょう。なのでこのバスで、大陸側のエミリービルから半島側のサンフランシスコまで行くことができます。というわけでこのバスに乗っていきたいと思います。バスを降りました。他の乗ってた方も運転手さんに質問してましたけど、ここしかストップはないんですかみたいなこと言ってましたけど、ここしかないらしいです。エミリービルのアムトラック駅から、降りた人向けにバスが出てるんですけれども、もうその降りる時刻に合わせてバスが待機してるんですね。でそれに乗るとモントゴメリー駅っていう駅の裏側あたりに今降ろされました。
モントゴメリ駅から数分歩いたところにユニオンスクエアがあって、まあ大体アメリカどの国もどの国っていうかどの都市もそうだと思うんですけど、ユニオンスクエアってそこそこ中心地的なところが多いと思うんですが、サンフランシスコも意外じゃないんですけど、割とそうみたいなので、僕はそこに宿を取りました。というわけでここから5、6分歩いて、ユニオンスクエア近くのヒルトンまで行きたいと思います。さっきからちょこちょこ思うんですけど、すごいですね、サンフランシスコ。街の面積はそんなに広くなさそうですけど、この集積度合いというか、都市の集積度合いがなんか東京みたいな感じがしてます。高層ビルが多いし、隙間が全然ないような、そんな作りですね。なんかニューヨーク出て以来っていうか、僕アメリカ一緒に旅ですごいアメリカってやっぱり空間に余裕のある都市が多いイメージがありましたが、ここは本当に全然そんなことないですね。めちゃくちゃ都市が集結してる感じがありますね。さて、じゃあホテルに向かいます。いや、5、6分ってことはなかったですね。歩いたら10分ぐらいかかりました。ここがヒルトンか。いやー、なんかあっちにもマッサージって文字見えますし、寿司も見えるし、はっきり言って漢字や日本語が多く見えるので、やっぱりこのなんていうんですか、シアトルよりもロスというか西海岸なんだなっていうのをすごい感じますね。いやー、いや、荷物を置いてヒルトンの中に入りました。クイーンズサイズですね。クイーンサイズですね。10階です。ここのヒルトンは大規模ですね。ユニオンスクエアがそっちの方にあるのかな。繁華街から非常に近くて観光には便利だと思います。ここはワンフロア100室とかあるはずで、僕はタワー3に入ったので、ほんと1000室とかあるような大規模ホテルなんですかね。ガーデンインとかじゃなくて本当に普通のヒルトンです。都市型ですね。いや、でもここ何が良かったって、3万円とかなんですよ。3万円ぐらいだったんで、本当に良かったです。このユニオンスクエアのあたりって、マリオットが4、5万ってか5万ぐらいして、ウェスティンも変わんなく5万ぐらいしてって、かなり高くてですね。で、なんかすごい安いゲストハウスみたいのは、なくはないんですけど、でもやっぱ100何十ドルとかするとか、やっぱちょっと半端なく高いですね。下手したら、でもマンハッタンの真ん中とあんま変わんないようなレベルで、ホテルの金額が高いかなと。これ、そうなんだ、こういう、保管庫なんですね。高かったです。今日も、アムトラックで一泊しちゃったんで、パッと軽くシャワー浴びて、飯でも食べに行こうと思います。いやー、今、サンフランシスコケーブルカー並んでるんですけど、すごいっすね。めちゃくちゃアナログ。方向転換ができないみたいで、こんな感じでやってんですね。手動でやってんだみたいな。しかしめちゃくちゃ並んでるんですよね。これは一体いつになったら乗れるのか。チケット買ったんですけど、諦めた方がいいんじゃないかと思って。
ずっと持ってます。That's how it's gotta be. Deeper than the sea. That's how deep みんな観光客なんですかね。やっぱこれ乗りたい観光客。こんな行列ができちゃったら普段の足としては使いづらすぎますもんね。 it's no good unless どうなの？いやー、今日はいい天気です。いい天気にサンフランシスコに来れて幸せですね。多分もうチャイナタウンに入ったんでしょう。中国語のお店がいっぱい出てきましたね。いやー、チャイナタウンはいいですね。落ち着きますね、やっぱり。このサンフランシスコのチャイナタウンはアメリカ一番でかいと言われてますから、結構な、確かに Google マップで見ると結構な区画でチャイナタウンが囲われていました。あ、すごい。ポストオフィスもチャイナタウンステーションになってますね。どこが中心に当たるのかな。ちょっと降りてみますかね。しかしやっぱシアトルとは比べ物にならないほど、いわゆる華僑が多いですね、ここのエリアは。ここのエリアっていうか、サンフランシスコ来た時からそんな感じで思ってるんですけど、やっぱアジア人が多いから、僕としてはすごい溶け込みやすくて、気持ち的には安らぎますね。しかしやっぱ移民の人と華僑の人は全然違うから分かりやすいですね。おお、なんかここら辺はちょっといい感じの通りですね。そう、さっき調べてたらこっちの方に有名なワンタンミャンのお店があったんで、ちょっとぜひ行ってみたいんですよね。やっぱりなんかそういう香港系の、まあ要は広東風なんでしょうけど、ワンタン麺食べたいですね、久しぶりに。あ、ここはでも台湾系の通りなんだ。台湾の国旗が。なるほど、これは通りによって違うんですかね。てか違うか、この建物だけそうなのかな。まあ分かりませんけど、こうやってアメリカに来るとやっぱ台湾系の方が幅を利かせやすい。まあそんなこともないかな。なんか日本の刀もどきがあるな。こっちか。アメリカ、チャイナタウンはどこにでも2個を引いてる人がいますね。いいですよね、2個。この通りも大きそうな通りですね。立派なレストランがある。いや、でも確かにでかいし規模が違いますね。本当にアメリカで一番でかいっていうのは
けじゃないですね。世界中にチャイナタウンはもちろんあるわけです。僕が今まで行った一番小さいチャイナタウンはキューバのチャイナタウンですけど、そこには店が5、6軒しかなくて、でも一応チャイナタウンってちゃんと書いてあるし、なんか門があるんですよね。いやでもここは確かにでかいな。この公園もね、全部中華の公園ですね。中国のじゃなくて中華の公園って感じはしますけど、大体中国料理っていうのは中国本場の料理で、中華料理っていうのは中華風料理だって言われてますけど、この規模だったら、しかも住民の感じだと中華ではなくて中国が食えるんじゃないかな。ヒルトンここにもあったんですね。こっちにもしてもよかったな。なんか綺麗ですね、街並みが。でもあれは中国の国旗だ。なるほど、やっぱり面白いもんですね。サンフランシスコのデイリーもあるんですね、やっぱり。これだ。僕が来てみたかったのはここです。じゃあちょっとここに入ってみます。ホンズワンタンハウスですね。いやー、ワンタン麺来ました。めっちゃ美味しそうだな。ですね。香港で食べるのと全然変わらない味付け。醤油系のスープですね。いただきます。油はあんま使ってないですね。そんないいですよね。香港とか行った時によく出てくるタイプですね。ワンタンエビの出汁がすごい効いてますね。美味しいな。ネギとワンタンと麺だけ。すごいシンプルで美味しいです。薄くタダで飲めるウーロン茶。なんか香港っぽいですね。
小籠包も頼んじゃいました。生姜がないんだね。いや、うまそうです。めちゃくちゃ、もしかしたらあの時が一番体に優しい味付けのもの食ってるかもしれないですね。高度に優しい、そんなマイルドな味付けが。いや、ここは評判いいだけあって美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しかった。ワンタン麺と小籠包で25度チップ込みですからね。いやー、美味しかった。ここはいいですね。おすすめですね。